もし地球上のどこにいてもあなたのスマートフォンが絶対に圏外にならなくなる。そんな未来が来るとしたらどう思いますか？今、まさにその未来を実現しようとしている一社の企業が投資家たちのものすごく熱い視線を集めてるんです。それが AST スペースモバイル。同社はですね、宇宙から直接スマホに電波を届けるっていう、もう SF みたいな技術で世界の通信インフラを根っこから変えようとしてるんですね。今回はこの AST スペースモバイルの事業内容、技術、そして成長性を徹底的に分析して、これが正規の投資機会なのか、それとも壮大な夢物語で終わってしまうのか、その核心に迫っていきたいと思います。まず、このビジネスがどれだけ巨大な問題を解決しようとしているのか、そのスケールを理解することがめちゃくちゃ重要です。僕たちみたいに都市部で生活しているとついつい忘れがちですけど、地球の表面の大部分って未だに携帯の電波が届かないデッドゾーンなんですよね。山奥とか離島、海の上、砂漠の真ん中、それにインフラ整備が追いついていない発展途上国では何十億もの人々が安定した通信アクセスを持てていません。これって単に不便だっていう話じゃないんです。教育とか医療、金融、ビジネスチャンスへのアクセスが立ててしまうっていう深刻なデジタルデバイド、つまり情報格差の問題なんですね。AST スペースモバイルはこの地球規模の課題に正面から挑んでいるというわけです。じゃあ、どうやってその問題を解決するのか。その答えが、このダイレクトトゥーセル、略して D2C と呼ばれる革新技術です。これは文字通り、低軌道をぐるぐる回る衛星が宇宙に浮かぶ基地局みたいな役割を果たして、地上にいる僕たちのごくごく普通のスマートフォンに直接 4G とか 5G の電波を届けるというもの。ここでの一番大事なポイントは、なんといっても改造されていない普通のスマートフォンっていう部分です。これまでの衛星通信って大きくて高い専用の衛星電話が必要でしたよね。でも ASTS の技術はあなたが今ポケットに入れている iPhone とか Android スマホでそのまま使えちゃう。この一点が過去のあらゆる衛星通信ビジネスとは全くレベルの違う革命的なブレイクスルーなんです。しかもこの画期的な構想、もはや単なる理論とか実験の話じゃないんですよ。2025年のクリスマス直前、歴史が動きました。インドの宇宙センターから打ち上げられた同社の商用衛星ブルーバード6が無事に軌道に乗ることに成功したんです。これは長年の研究開発フェーズが終わって、いよいよ世界規模での商業サービス展開っていう全く新しいステージに入ったことを示すものすごく重要なマイルストーンです。投資家の目線で見ればこれは夢が現実のビジネスに変わった瞬間と言えるでしょうね。なぜこのブルーバード6がそんなに重要なのか。それはこの衛星が持っているもう圧倒的なスケール感にあります。軌道の上でバーッと展開される通信アレイ、つまりアンテナ部分の面積がなんと2400平方フィート。これ平方メートルに直すと約223平方メートルにもなって、テニスコートのだいたい半分くらいに匹敵します。低軌道に展開された商業用の通信アレイとしては史上最大です。じゃあなんでこんなに巨大なアンテナが必要なのか。それは地上500キロ以上も離れた宇宙から皆さんが持っている小さなスマートフォンの微弱な電波をちゃんと捉えて、そして逆に強力な電波を送り届けるためなんです。この巨大さこそが ASTS の技術的な強みであり、他の会社がそう簡単には真似できない参入障壁になってるんですね。さて、ここからは投資家としての視点を一気に深めていきましょう。まずは AST スペースモバイルの未来は明るいぞと考える強気派、いわゆるブル派の言い分を3つの柱で見ていきます。なぜ一部の投資家がこの会社を宇宙の AT&T とまで呼んで熱狂しているんでしょうか。強気派の論拠を理解する上で、まず歴史から学ぶことが大事です。このスライドが示すように、過去にも衛星通信ビジネスってあったんですけど、多くが経営破綻しちゃったんですね。その最大の失敗要因はビジネスモデルにありました。お客さんはサービスを使うために何十万円もする専用の衛星電話を買って、さらに高い通信料を払わなきゃいけなかった。これじゃあ市場が広がるわけないですよね。でも ASTS は世界に70億台以上ある既存のスマホをそのまま使える。この違いは決定的です。お客さんは新しい端末を買う必要がなくて、いつもの携帯会社のプランにちょっと追加料金を払うだけで、どこでもつながる安心が手に入る。これはゲームチェンジャーですよ。強気派の主張は、この3つのポイントに集約されます。第一に、
さっき見た巨大アンテナに代表される他にない革新的な独自技術。第2に、ビジネスモデルの巧みさ。ASTS は自分でお客さんを探したりしません。AT&T とかベライゾン、ボーダフォン、楽天モバイルといった世界中の大手通信キャリアと提携して、彼らのお客さんにサービスを提供してもらうんです。これによって普通ビジネスで一番お金がかかる顧客獲得コストがほぼゼロになる。そして第3に、その提携先が抱えるお客さんの数がとんでもないこと。すでに契約済みのキャリアだけで潜在的な顧客数は30億人近くに上るんです。これはもう桁違いの市場規模ですよね。しかもこのビジネスモデル、単なる絵に描いた餅じゃないんですよ。ASTS はすでにこれらの商業パートナーからサービスが始まったら最低これだけは払いますよっていう収益コミットメントを10億ドル以上も確保してるんです。まだ本格的なサービスが始まってもいない会社にとってはこれって異例のことです。つまり世界の大手通信キャリアが自分たちのお金を投じてでもこの技術が欲しいと思っていることの何よりの証拠なんですね。投資家から見れば将来の収益がかなり読みやすいということになります。そして、この技術的ビジネスモデル上の強みは、強固なお堀によって守られています。それが知的財産です。ASTS は、この宇宙からの携帯通信に関する技術で、なんと3800件以上の特許及び出願中の特許を持っています。これは、ライバルが同じようなサービスを始めようとしても、この特許の壁に阻まれることを意味します。投資の世界でよく言うワイドモート、つまり広いお堀を持つ企業であって、長期的に競争で優位に立てる可能性が高いと評価されているわけです。創業者であるアベラン CEO のこの言葉は強気派の自信を力強く物語っていますよね。ブルーバード6の打ち上げ成功によって同社はもはや研究開発をする会社じゃありません。衛星を大量に作って打ち上げて世界中でサービスを展開する事業会社へと完全に姿を変えたんです。これは会社としてのフェーズが大きく変わったことを意味していて、今後の収益化への期待をぐっと高めるものなんです。しかし、これほど魅力的に見える話にも必ず裏側があるわけです。投資は常に光と影、両方を見なければなりません。ここからは視点を180度ガラッと変えて、AST スペースモバイルの将来に慎重な弱気派、ベア派が指摘する無視できないリスクを冷静に見ていきましょう。最大のリスクとしていつも名前が挙がるのがイーロン・マスクが率いるスペース X のスターリンクとの競争です。ただ、ここで大事なのは両者の戦い方が全く違う非対称な戦いだという点です。ASTS は既存の通信キャリアと手を組む B2B モデル。キャリアからすれば自分たちのサービスを補ってくれる心強いパートナーです。一方、スターリンクは消費者に直接サービスを売るので既存キャリアのビジネスを奪うライバル、つまりディスラプターになります。この構造上、AT&T やボーダフォンといった通信の巨人たちは共通の敵であるスターリンクに対抗するためにみんなで ASTS を支援するという構図が生まれているんですね。リスクではありますが、見方を変えれば ASTS のポジションを強くする要因とも言えるわけです。じゃあ、本当の懸念はどこにあるのか。それは実行力、つまりオペレーションのリスクです。ASTS は2026年末までに45機から60機の衛星を軌道に乗せるというものすごく野心的な目標を掲げています。テキサスにある自社工場で月に6機のペースで衛星を製造し、それを数ヶ月おきにまとめて打ち上げる計画です。でもこれって言うほど簡単なことじゃない。最先端の衛星を作るには本当にミクロの狂いも許されない精密な作業と複雑なサプライチェーンの管理が求められます。一つの部品の納品が遅れたり、製造工程でトラブルが起きたり、あるいは打ち上げが天候で延期になるだけで計画全体に大きな遅れが出る可能性があります。この超タイトなスケジュールを計画通りにやり遂げられるかどうかが、この会社の将来を占う最大の試金石と言えるでしょう。このような高い不確実性は、ウォール街のプロの投資家たちの意見にもはっきりと現れていますね。この表を見てください。B ライリー証券みたいに将来性をすごく高く評価して95ドルっていう超強気な目標株価を出すアナリストがいる一方で、バークレーズのように実行リスクを重く見て売りを推奨するアナリストもいる。これほどまでに評価が真っ二つに割れているという事実こそが ASTS が典型的なハイリスクハイリターン銘柄だということを物語っています。
成功すればとんでもないリターンが期待できるけど、計画がこければ大きな損失を負う可能性もある。まさに投資家の覚悟が試される銘柄なんです。さて、強気と弱気、両方の意見を見てきました。じゃあ私たち投資家はこれから具体的に何に注目してその将来性を見極めていけばいいんでしょうか。ここからは運命の年ともいえる2026年にかけてこの会社の価値を左右する重要なマイルストーンを具体的に確認していきましょう。これらが計画通りに進むかどうかが投資判断の鍵を握っています。投資家がカレンダーに印をつけるべき最初のイベントは2026年の第一四半期です。ここで同社が独自に設計した ASIC、つまり専用の半導体チップを積んだ衛星が初めて投入されます。これで通信速度とか同時につながるユーザー数が飛躍的にアップしてサービスの質がガラッと変わる可能性があります。次に2026年の初頭。まだ衛星の数が少ないので24時間ずっとつながるわけではない断続的なサービスですけど、アメリカなどの主要市場でいよいよ商用サービスが始まります。これは技術が実際にお金を生むことを証明する重要なステップですね。そして年末までに連続的なサービスを可能にする45機から60機の衛星群、いわゆるコンステレーションを完成させられるか、このタイムラインの進捗一つ一つが株価を大きく動かす材料になるでしょう。アナリスト全体の意見を平均するとどうなるか、この円グラフのようになるんですね。全体の約3分の2が買いを推奨していて、ポジティブな見方が優勢なのは間違いありません。でも残りの3分の1は中立か売りの立場で、リスクを警戒する声も根強く存在します。この数字は市場が ASTS の持つ巨大なポテンシャルに期待しつつも、その実現性の高さについてはまだ確信を持てずにいるという今の状況をよく表していますね。では、もし全ての計画がうまくいったら、その先にはどんな未来が待っているんでしょうか。ある調査機関が出した2030年時点での少し保守的なシナリオを見てみましょう。提携キャリアのお客さんのうち約 10% がこのサービスに入って、加入者数が3億7300万人に達したとします。そして、ユーザー1人当たり月額 2.21 ドルが ASTS の収益、いわゆる ARPU になった場合、年間の EBITDA、つまり本業の儲けは54億ドルを超えてきます。これをもとに企業価値を計算すると、目標株価はなんと514ドルに達する可能性があると試算されています。これ、今の株価から見れば数倍から十数倍のアップサイドがあるってことです。もちろん、これはあくまでの測ですし、たくさんのハードルをクリアした場合の数字ですけど、狂気派が熱狂する理由がこの数字に現れていますよね。まとめましょう。AST スペースモバイルは通信の歴史を塗り替えて何十億もの人々をつなぐっていう途方もないポテンシャルを秘めた会社です。その一方で、その壮大なビジョンを実現するためには製造、打ち上げ、資金調達といったものすごく難易度の高い実行上のリスクが横たわっています。果たして AST は次世代の通信インフラを支配する宇宙の AT&T になるのか、それとも多くの投資家の夢を乗せたまま宇宙の目絶と消えるハイテクの蜃気楼に終わるのか。その運命の分かれ道となる2026年、僕たちは歴史の証人となるかもしれません。この物語の行方から目が離せませんね。